はい、今回は螺旋回路270回の攻略動画になります。まず攻略のポイントですが、まず1つ目、残、打、冷、雷、陰、熱の耐性を上げるというのがまず1つ目で、次のポイントとして、できるだけ複数体の敵が出てくるのですが、それを同時に倒すっていうのがポイントになります。まず最初の1つ目のポイント、残、打、冷、雷、陰、熱の耐性を上げるについてですが、まず、装備でできる限りこの多いですが、この6属性ですね、残、打、冷、雷、陰、熱の耐性を上げていただければ倒れにくくなるというふうに思います。熱属性についてですが、熱属性はラウンド1のキラーマシンと、あとミスティックのラウンド1で、ミスティックがファイアボールを全体に、ファイアボールプラスを全体に打ってくるのですが、それが意外と強力なので、できれば熱を高めておくというところになるのですが、ラウンド1は簡単にクリアできるということでしたら、熱属性は耐性をそこまで上げなくても大丈夫かもしれません。で、あと他の残、打、冷、雷、陰ですが、雷についてはラウンド2においてですね、ラウンド2のサイフリートという、モンスターが一番後ろにいる青いモンスターが出てくる、青い服をまとった、人型のモンスターが出てくるのですが、それが雷属性の攻撃を、電撃、落雷、大小雷などをしてくることがあるので、あとサンダーストローク、それが結構強力だったりするので、上げといた方がいいかなというところと、あと冷属性もこの強力な攻撃をサイフリートがしてくると、全体攻撃、単体攻撃両方とも強力な技、水圧殺、アイスジャベリン、ウォーターガンプラスダイヤモンドダスト、あとブリザードグリップなどね、強力な冷属性もしてくるということで、高めておかないとちょっと倒れてしまうかもしれないですね。で、他の残、打属性ですけど、残はどちらかといったらラウンド1ですかね。ラウンド1のモンスターが残属性を結構使ってくる。で、それが結構強力だったりするので、残耐性を高めておく方がいいかなっていうところ。あと打についてはラウンド2のエルダーというモンスターがいるんですが、それが結構打属性を使ってくるので、それも強力なので、強力な単体攻撃が結構あるので、それに備えるために打属性も高めておいた方がいいというところですね。で、陰についてはダークスフィアプラスっていう強力なものをエルダーが使ってくる。これがね、本当にものすごい頻度で打ってきて、あとポイゾナスブロープラス、あとエナジーストーンプラス、陰属性がね結構頻繁に使ってくるので、これも強力なので耐性を高めておいた方がいいかなというところですね。一番優先度が低いのが熱で、次が残かな。で、打、冷、雷、陰は重要だと思います。
できる限りね耐性を高めて最低でも35以上の耐性値にしていった方が倒れにくくなるんじゃないかなと思います。で次この螺旋回路270回で最も重要なポイントになるかもしれません。複数体今回この螺旋回路270回では出てくるのですが、横一列に並んでいる編成で陣形で敵モンスターが複数体出てくる。そしてその複数体出てくるモンスターをできるだけ同時あるいはできるだけ間隔を空けずに倒すターンをまたいだりとかまずしないようにできるだけまとめて倒すというところがとても重要なポイントになります。それが重要な理由としましてはこの複数体出てくる中でラウンド1ではキラーマシンがいるのですが、キラーマシン他に2体3体全体にいて、で片方キラーマシンを倒したりで後ろにいるミスティックだけ倒したりなど1人1体ずつ倒していくっていうことをしてしまうとものすごい強化球がすごい強くなってしまうバフをかけてしまうんですよね。そのヒートアップとディフェンスアップ特大、これがものすごく強力なものでして、これがかかってしまうとものすごく倒せない、あるいはこちらが簡単に倒されるようになってしまうので、同時に倒していくっていうことを意識して横列の攻撃の強力なものであったりとか全体攻撃の強力な攻撃をできるようにそういった攻撃ができるアタッカーのスタイルを編成して攻撃していく、あるいは味方の攻撃を強化してできる限り与えられるダメージを増やしてできるだけ早く同時に倒すっていうところがね重要になってきます。でラウンド1の方が比較的ラウンド2に比べて敵の HP が少ない。なのでまず倒しやすいんですが、ラウンド2に比べてラウンド2はものすごく強いです、ラウンド1に比べ。でラウンド1と同様に1体だけモンスターをエルダーを倒したりしてしまうと他のエルダーが憤怒の共鳴という敵が強くなるバフをかけてしまうので、これがねすごく強力なのでエルダーたちとあとサイフリートがヒートアップ特大ディフェンスアップ特大が付与されてしまうととても強くて倒せなくなってしまうっていう風になるので、同時にできるだけまとめて倒せるように間隔を空けないで倒せるように、敵にターンを回さない、敵に行動させないように連続して攻撃して倒すっていうところがねポイントになります。ですがエルダーをねラウンド2では倒せると思うんですが、そのエルダーは倒せたとしてもその4の倍数のターンラウンド2に入ってから4ターン目の終わり、8ターン目の終わり、12ターン目の終わりと4の倍数のターンの終わる時にですねまた3体復活します。でこれがね本当に非常に厄介で結局その同時に倒すような
間隔を空けずに倒すっていうことを繰り返していくってことになるんですよね。このエルダーをまとめて倒す作業を繰り返す。でミスをしないように、そもそもエルダー1体だけ倒したりとか2体だけ倒すっていうことがないように編成していくっていうところがね、大切になるかと思います。あと技術も気をつけて使っていくっていうところですね。でサイフリートが後ろに、このエルダー3体の後ろにいるんですが、これの HP がかなり多いです。エルダーの3倍4倍ぐらいの HP があって、すごいなかなかね倒れません。なのでもう3回ぐらいはそのエルダーを3体倒してっていうことを繰り返すという風なねことを想定した方がいいかなというふうに思います。で本当に攻撃力自体バフがかかってなくても高いので、あとどんどん強くなっていっているようなね印象ですね。ターン開始時にヒートアップしたりとかしてる感じですね。どんどんね強くなっていきます、このターンが経過するごとに。なのでできるだけ早く倒さないと攻撃力が高くなってこちらは倒れてしまうっていうことになるので、その火力攻撃力も高めてできるだけ早く倒す。ですが相手の攻撃力も高いので防御面もおろそかにするとこちらは倒れてしまうっていうところになるので、なかなか難しい。そしてさらにですね、4ターン目までにそのエルダーが倒せなかった、3体出てくるエルダーが倒せなかった場合、憤怒の共鳴を使ってきます。この憤怒の共鳴によってヒートアップ特大とディフェンスアップ特大がエルダーとあとサイフリートに付与されて、もう勝てない状態になってしまいます。そしてさらにそのサイフリートが強力な4連撃の攻撃をしてきます。そうなってしまうともうこちらはかなりねダメージを受けて倒れるスタイルキャラもいるかもしれないので、なかなか難しいと。なのでできれば3ターン目にもう3ターン目の終了時までにエルダーを全部倒すのが理想かなというふうに思います。あと同じように同様に4の倍数の前のターン、7ターン目、11ターン目も同様にその終了時までにエルダーを倒せているのが理想かなと思います。でもしも3ターン目終了時までに倒せないということであれば、そのファスト攻撃やオーバードライブなどを使って4ターン目の開始時に4の倍数の開始時にエルダーをまとめて倒せば憤怒の共鳴は少なくとも防ぐことができるので、こちらが倒れてしまう状況は大幅に減らせるということになるので、そちらの選択肢もありかなというふうに思います。で今回の私の編成は5周年のレオンを真ん中に置いた法天部カイの陣形で、他にアイシャの2014年のスタイルと、あとドラゴンカップの人間女と5周年シーレ、あと2014年のグレイのスタイルを編成しました。でレオンは全体の攻撃防御強化 BP 回復 HP 回復ができる有能なスタイルで、アイシャは横列攻撃の連撃ができて
で全体のディフェンスアップもできて、でかつ相手の防御弱化も使える。あとデバフも一応使えるっていうスタイルですね。腕力と器用さのデバフが使えるっていうスタイルになります。で人間女がとても、このドラゴンカップの人間女のスタイルがとても優秀で、まず編成するだけで BP の上限が5増えます。で3と6の倍数に BP が回復したり、ステータスを上げてくれたり、バフをかけてくれたり、回復を付与してくれたり、とても優秀かつ攻撃も横列攻撃で攻撃弱化も付与できたり、自身に回避を付与したりなどできて対応性が高く、あとさらにカウンターの突進も使えて、であとヒートアップがどんどんたくさん付与、攻撃した時にできるっていう有能なねスタイルになります。でシーレ5周年は全体に攻撃防御の強化をしてくれる。そして BP も自身以外、シーレ以外の BP もちょっと回復してくれる。で HP も回復できるっていう有能なスタイルですね。でグレイが残属性の攻撃を味方がするたびに全体の攻撃強化ができるっていう攻撃に特化した横列攻撃ができるスタイルですね。これによって攻撃面を大幅に強化できるので、とてもね横列も攻撃自体も強力ですが、全体の攻撃強化がとても強力なスタイルになります。でこの5人編成でなんとかねギリギリうまく倒せてるっていう感じですね。で動画ではねちょうどレオンがね倒されてしまったのですが、この場合もねこのシーレが生き残っているキャラクターのダメージブロックを付与してダメージが入らなくなるので、このターンに全滅するっていうことはまずない状態になっているっていう感じですね。こういったねこの5周年シーレを編成することでちょっと変わった耐久もできるので、そういった利点もあったかなというふうに思います。で横列のアタッカー、横列攻撃ができるアタッカーも編成したりとか、あと攻撃面防御強化できるスタイルを編成すれば、この螺旋回路270回もクリアできる少し望みが出てくるのかなというふうに思います。であとは能力バフですね。能力バフ腕力、知力、器用さとか能力バフはダークスフィアプラスをエルダーが使ってくれるのであまり機能しないかもしれないですし、あとこちらがエルダーとサイフリートの能力、腕力、知力等のステータスを下げることをしたとしても、ダウンを使ったとしても、弱化解除してくるのであまり効果は期待できないかと思います。なので味方の能力強化は攻撃強化、防御強化、モラルアップ、ガードアップ、ヒートアップ、ディフェンスアップなどを使うっていうところですね。で相手を弱める方法としても攻撃弱化、防御弱化、モラルダウン、ガードダウン等ですね。そういったものを使うのが有効かなというふうに思います。はい、そういった感じでなんとかねサイフリート1体に追い込めましたが、重要な問題として、まずサイフリートは倒せました。でもエルダーが生き残っていますっていう状態になってしまうと、エルダーは結局憤怒の共鳴を使って
ディフェンスアップ特大、ヒートアップ特大を付与してしまって倒せなくなってしまうっていう状況もあるので、そうならないようにぜひなんとか技術編成等気をつけてしていただけると攻略できるかなというふうに思います。はい、といったことで螺旋回路270回なんとかクリアできました。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。パセリダイレクトパセダイでした。